それでは本日は、ネットフリックス恋愛リアリティショーボーイフレンドについて語っていきます。僕はね、この番組をとっても楽しみにしていたんですけども、正直、少しちょっと疑念点というか、大丈夫かなって思うところも始まる前はありました。男性同士の恋愛リアリティショーっていうことで、うーん、結構最近恋愛リアリティショー、誹謗中傷が多かったりとか、どんな風に、セクシャルマイノリティの人以外にも見えるのかな。多分、ネットフリックスの大きい企画なので、いろんな方が見ると思うんですけども、どんな風に見るのかなって思ってたんですけども、もしかしたら俳優さんとかが起用されて本当に実は恋愛対象が違うけどみたいなこともあり得るのかなとかって思ってたんですけど、キービジュアルとかを見たときに、自分でも、うわ、知ってる人出てるって思って、ちょっと見てみようかなと思って、1話とりあえず見てみて面白かったので、2話、3話と見ております。正直、そうですね。3話見て、それこそ、性自認とか、性的思考とかの話が、きちんと出てきて、そういった部分でも安心して見られるんじゃないかなと思っております。やっぱマイノリティの人でも、なんか性自認ってなんだとか、性的思考ってなんだっていう人も多分、少なくはないんじゃないかなって思う中、きちんと番組の中で、ボーイズってみんな当たり前に自分たちのこと男性って言ってるけど、この中に自分を男性って感じてない人、もしかしたらいるかなみたいな話が出てきたり、性自認っていうのは自分の性別をどういうふうに自分自身が認識しているかっていうところで、もしかしたら、X ジェンダーとかノンバイナリーとか、どっちにも認識してないとか、どっちとも認識しているっていう人もいるかもしれないっていう、考えがある人っていうのがいたりとか、そういったところもきちんと放送してくれたりとか、後々に、別の話で性的思考、まあ、自分がどういった人を好きになるかっていう中で、男性同士っていうところで、結構みんなゲイの人だけが出てるんじゃないかなって思ってた人もいるかもしれないんですけど、中にね、自分はバイセクシャルですって、自分から話してくれた人とかもいて、そういったところも、きちんと描かれている。で、プラス、その人その人のバックボーンとかもまだ3話なんで、あのーみんながみんな、自分のことを話してるわけではないんですけども、結構そういったところも、丁寧に映されてるんじゃないかなというふうに思います。だからそういったところで、ちょっとドキドキハラハラ、心配しながらは見なくていいから結構ちゃんと集中して見られるし、もやもやするところも、そんなにはなかったかなと思います。で、なんか結構そういったところも丁寧だなと思って、ネットの記事とかを漁ってたんですけども、プロデューサーの方が、そういったところをすごく気遣っていたみたいで、例えばキャスティングの面でも、同じようなタイプの人が、例えば集まって恋愛をするってなった時に、視聴者の人から固定概念じゃないけど、男性同士で恋愛するってこういうことなんだっていうふうに、多分そういうふうに見られないように、あえてバラバラのタイプの人をキャスティングしたりとか、でもなんかそれをキャスティングするために半年以上かけて、丁寧に丁寧に声をかけたりして集めたみたいで、で、プラスやっぱ出る人にも、やっぱり、
こう、今世に出てる恋愛リアリティショーとかも誹謗中傷が多かったりとか、で、今回日本初の男性同士の恋愛リアリティショーっていうことで、まあそういったケアもできるように、きちんと一人一人と放送までに撮影までに面談みたいなのがあったりとか、まあ、その人その人を一人一人ケアできるように、専門的な、カウンセリングができるようにそういうつなぎがあったりとか、まあそういったところも、裏側でもきちんと対応されてるっていう記事を見て、あ、なるほどと思って、ただエンタメとして、なんか面白く撮る。プラス、やっぱ出てる人たちのケアだったりとかも、しっかり大事にしてるんだなっていうふうに思いました。結構みんなこういう番組を見るときに、まあ、推しというか、あ、この子ちょっと応援したいなとか、この子好きだなみたいなのを作ったりするかなと思うんですけど、僕は、そうですね、まあ、映像を見る前にキービジュアルを見たときに、りょうたくん、ちょっと気になってて、りょうたくんちょっと頑張ってほしいな、なんか素敵な、まあ出会いがあれば嬉しいな、りょうたくんがちょっとなんか楽しそうにしてるところ見たいなと思いながら、見始めたんですけど。いやー、みんな推しいますかこの中に。りょうたくん、マジで動いててもめっちゃいい子すぎて、好きな人になかなか、アタックできないところが一緒にもやもやしながら見ておりました。でも1話から一気にね、3話見た人も多いんじゃないかなと思うんですけど、僕も1話見た後に2と3話一気に見て、もう3話まで見ちゃったら、もう大と俊、ここの恋愛がもう今後気になりすぎてどうなっていくんだという。いやー、でもね、やっぱ大みたいな、無邪気な、こう、自分の感情をいっぱいいっぱい出してくれる子で、結局ね、可愛いんすよね。うん。なんかでも人に対して、オープンなところもありながら、自分自身の考えもしっかり持ってるところも、すごいいいじゃんと思って、いいじゃんって何目線だよっていう、かっこいいなと思って、いやー、やっぱモテますよね。でもモテる対モテるの、旬ももうめっちゃ可愛いじゃん。なんか自信なさそうだけど、うん、なんか話を聞いてあげたくなるというか、だし、なんか旬の気持ちわかるわかるって思う人も多いんじゃないかな。なんかちょっとしたことで、なんか好きな人に対してのテンションがちょっと下がっちゃったりとか、まあちょっとしたことが気になったりとか、なんか真面目に恋愛したいのに、周りの人が遊び人に見えちゃったりとか、そういうちょっとナイーブになっちゃうとことかもすごいわかるんだけど、3話の最後マジで衝撃だった。いやー、まさか、大と俊がいろんなことを二人でね、こいろんな時間を一緒に過ごしながら、いっぱい話して、ああ、なんかどん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 最初は、あんまり相性良くないのかなって思ってた二人が、少しずつ近づいていって、めっちゃいい雰囲気じゃんって思った瞬間、俊が、ちょっと無理です、みたいな。そんなことある？いや、でもね、それもわかる。なんなんだろうね。何がダメだったんだろう。なんかでも、僕はなんか、デートの、水族館でデートしたじゃん。水族館のデートのところで、
こう、大がこう一人ではしゃいでるところが、すごいピックアップされて映ってたなっていうのがちょっと気になってて、うわ、めっちゃ可愛いあれみたいな。可愛い可愛い可愛いって。こう、多分大と俊って年齢が近いんですよね。一個違い、同い年か一個違いぐらい。こう、すごい年上の僕から見ると、あの大の、楽しそうなところっていうのは、可愛いなってなるけど、同年代でテンションが合わないのがもしかしたら、ちょっと違うかったのかなって思います。まあでもね、本当にこう全員かっこいいみんな。玄生くんもね、りょうたくん、いやー、あれはね、勘違いしちゃうのわかる。けど、玄生くんが嬉しそうに話してるのがめちゃくちゃ可愛くて、なんかここ、動いたりしないのかなどうなのかな玄生くんはこの後、りょうたくんにはっきりと、今点線ぐらいの矢印だけど、はっきりね、濃い矢印になっていくのかどうか気になります。カズトくんね。カズトくんはね、お仕事でこう、あんまりこう、家にいることも少ないんだけど、でも、なんかもう、インタビューとか全部100点じゃないなんか、受け答えとか。なんか100点で、なんかスタジオとかでは、こう、いや、もっと、なんかあるんじゃないかみたいなこと言われてたけど、いや僕的には結構、あれが本当に素のままな気がして、めちゃくちゃいい子な気がします。でね、カズトくんは接客がマジですごい。いや、こんなとこ見てる人いんのかなと思うけど、売り上げ出てくんじゃん、コーヒーショップの。売り上げで、多分カズトくんだと思うんだけど、こう、美味しいクッキーありますとかつって、コーヒーに、こう、一つね、こう、一個乗せて、こう、クッキーも一緒に販売しますっていう、こう、客単価をね、上げようっていう、意識がね、とっても素晴らしくて、カズトくんが入ってた部屋のクッキーがめっちゃ売れてたのもあって、売り上げが、こう、今までの中で一番多くて、で、その後からも、こう、クッキーが、こう、売れてたから、多分ね、あれはカズトくんがこう、引き継ぎをして、ね、一つ上乗せしましょうっていう会議があったんじゃないかなって思うので、そういう仕事風景ももうちょっとしっかり見たいなっていう思いがあります。テホン君はマジで魅力的。もう喋り方も可愛いし、こう、最初にトラックの、名前決めるときとかも、こう前に出て、こういろいろまとめたりしてくれたり、あと、僕たちボーイズでいいのかなって言ったのもテホン君だっけなだっけなんかもう、かっこいい。テホン君も、まだこう、大きく恋愛に絡みがないから、こう、自分から行くのか、誰かにこう好かれるのかっていうのも、今後気になります。ゆうさくさんは、イベントで見たり、イベントのフライヤーで見たりとか、こう SNS で見たりとか、まあもちろんストイックなんだろうなっていうところはあったし、すごい人気者だから、どんな人柄なのかなって気になってたけど、でもめっちゃいい人じゃん、あの人。いい人すぎて、めちゃくちゃ可愛いってなった。まあけどね、まあ鶏肉のね、あの件は難しいっすね、本当に。ああ、難しい。でもなんかこう、多分最年長ですよね。最年長だから、なんかこう相談役とかになっちゃいそうだけど、こう、優作さんのこの恋愛事情っていうのを見てみたいなっていう気もします。あとね、アラン。この最後の方にバーンって入ってきたけども、この、みんなこう静かな、この中に、本当に1話もう声がちっちゃくて音量めっちゃボリューム、ネットフリックスのボリューム上げたけど、アランが入ってきてくれて、結構みんなこう自分のことを話し始めたりとか、
なんか雰囲気がガラッと変わった気がして、アラン自身もなんかこう好きな人がいたらこう自分から行きますって言ってたけど、こうみんなにこうポジティブな空気感とか、こうポジティブななんか意見だったり、こうアドバイスとかをして、こうみんなの中をもうより良くしてくれそうな気がして、めっちゃ楽しみです。あと、イクオくんはまだ出てきてないのかな。まあ4話以降出てくるんじゃないかなと思うんですけど、この方もどういう風にみんなと絡んでくるかっていうのが、まあ、この人もまた男前、キービジュアル見たらめっちゃ男前なんで、まあ何か動きがあるんじゃないかなと思います。まあ4話以降、まあみんなのバックボーンだったり、まあ恋愛だったり、友情だったり、いろんなことがまた動いていくかなと思うんですけども、まあ僕の予想としては、シュンは、ダイが、こう、ちょっと離れたり、他の人に目を向けると、また瞬からこう気になっちゃうんじゃないかなっていうふうに、ちょっと予想をしております。結局確認のキスしてないっすもんね。その時に確認のキスとかがあったらもう、ちょっと画面の前で、ギャーってなっちゃいますけど、その辺も楽しみにしております。